はようございます。無職の TK です。現在、緊急で動画を回しております。この間、妻と子育てについて夫婦喧嘩をして、すごい喧嘩をした後に妻は、栄養学の先生と行動心理学の先生と電話会談をして、その子育てに関する動画を今日は、アップします。無職の TK 的にはちょっとこの辺の動画の時、子育てもうキャパオーバーになってしまって、ヘイゼルをちゃんと子育てすることができなかったので、いっぱいいっぱいになって喧嘩してしまいました。その次の日のこれは動画になっています。子育てに興味がある人、今悩んでる人いたら最後まで見てください。それでは本編どうぞ。So the important thing is it is really best we eat all together, like at the same time. Oh, okay. 問題って自分が欲しいものを持てないなら、泣き続けるのが、特にご飯ね。ご飯もあるし、寝る時もそうだし、全体的にそういう感じになってる。でもあれ聞いて先生は多分旦那さんがなんか自分が気づくかわからんけどストレスがあるからこの問題を早く解決したくてなんか一番早い何の先生？何の先生？サイコロジスト？ビヘイバー専門家だよ。子供ビヘイバー専門家。とにかくこのうるさい時間を早くパスしたいから、そうするのに見えるって。でも一番いいのはヘイジェルが今は自分一人でカムダウンするのと自分一人で考えるのが重要だって、で一応食事はいつもヘイジェルが大好きなもの、ヘイジェルがまあまあ食べるもの、ヘイジェルがあんなに好きじゃないなものを3種類であげる。いちご、野菜、ご飯出してなんかあんなにいっぱい出すんじゃなくて、好きなもの1種類、まあまあのもの1種類、食べないもの1種類、3種類を出す。今練習中なやつは、ただタッチでもいいし、ただ見るでもいいし、ただ口に入れてペペしてもいいんだよ。食事の時間は30分をこばさない。食事はいつも父さんと家族で同じものを食べるのが一番いいって。でも俺たちと同じご飯を食べさせるの？なんか同じ時間に。だから、重要なのは親はいつ食べるか、どこで食べるか、何を食べるかを親が決めてあげなきゃ。ヘイジェルが決めるのはいくら食べるか。あれだけ。食べないものを食べなかったから、新しい他のをあげたらダメ。食事はあれで終わり。先生の話はヘイジェルが今、なんか発達的にご飯が必要なボディラインじゃないから、食べなくても大丈夫で、30分の後には、まあ、誰も食べないんだよ。私たちも食べない、ヘイジェルも食べない。だから何かを代わりにあげるのはやめなきゃ。結局基本的に犬のトレーニングと同じ。主導権は私たちがもらうんだっけ。ヘイゼルが私たちをこんなにコントロールしたらダメ。今はそうなってると思う。寝かせる時も私が寝かしたらマジで泣くじゃん。でも私は我慢する。今重要なのはヘイジェルが一人をカムダウンさせる方法を探せながるのが今の。ベッドルーム一人で寝かせるの？タカも見たじゃん。昨日ヘイジェルおしゃぶりなし寝たよ。おしゃぶりなし、ただぬいぐるみだけ抱っこして寝たよ。1時間くらいなくて。あれでいいんだよ。なんか、ストレス感じないよ。こんくらいレベルのストレス大丈夫。タカっていつもヘイジェルがストレス感じるからダメって言うけど、そんなのね。今日1時間泣いたの？1時間泣いた。で寝た？結局寝るんだよ。おしゃぶりで解決してあげたら、もうヘイジェルは一生おしゃぶり泣くには寝れねえよ。
ヘイズの一人がヘイゼル団子喋れないって失敗してたのを閉ざした。ワード少ないでね。でも他のバイリンガルの人たちも遅くなるんだろう、大体。とにかく、一応うちはほぼスリーレンゲージだよ。タカ日本語喋るし、私と私の母さん韓国で喋るし、見せるのは英語。だから遅くなるのはもうしょうがない。当然。これが赤ちゃんにストレスかそれでもない。赤ちゃんは全部吸収できるスポンジみたいに。赤ちゃんは勉強になる。みんな勉ああ、強するから。私が泣いたらスナックをもらうんだ。何でも泣いて自分がもらうにするんだよ。今はただ食べ物、寝るとき。まあこの者たちだけど、後でもっと外出て社会の一部に一人になって、どんどんこんなにでかいになるほど、もっと私たちが簡単できない部分まで泣いて解決するにするんだよ。ヘイゼルの発達に良くない。ヘイゼルがオーバープロテクティブなってる感じがあるって。人間はもう生まれてストレスも全然感じなく住めないよ。まあないならいいけど、こんくらいのストレスは赤ちゃんが十分できるし、十分自分がコントロールさせなきゃ。じゃねなら、社会でもっと多いストレスをもらうとき、たかが解決してくれるんじゃねえだろ。自分が自分でこのストレスを流し込まなきゃだろ。だからそういう方法を今からちょっとずつ教えなきゃダメだから、私たちは何を食べるか、いつ食べるか、どこで食べるかを決める。ヘイゼルはどんだけ食べるかを決める。あれが全部、食べ物は。スナックも時間を決めて、ここにあげるし、ヘイゼルのご飯の量は、これ、ヘイゼルのこのサイズがご飯。普通の基本ね。ここがプロテイン。あ、これがプロテイン？ここがプロテインだって。分厚さで変わるけど。ヘイゼル、ここ。よく炭水化物はこの握り拳って言うからな。だから、取るな。ここがご飯。ちっちゃいよな。これがプロテイン。これが普通だって。これが。で、残りは野菜でいっぱいあげるんだよ。これがご飯。これがプロテインだって。ヘイゼルのご飯ってよく考えたらめっちゃちっちゃいよな。だから今食べるの今食べさせるの全然違うよ。レストランでもらってるのはあれやっぱり3倍、4倍食べてる。炭水化物の量は握り拳の量だって言ってたけど、ヘイゼルの拳見たらこんなんだから。だから、無視した。いや、ちっちゃと思って。とにかく、それで、そうだし。だからまあ今日はプレートだろ。プレートで好き嫌い普通のやつをあれをしパッながら。てやって、それ食べるからね。でもポーションは、いや、今までは嫌いミールをドッてやって、それでめっちゃ泣いて喧嘩になるから。だから、絶対これは食べるやつがあるじゃん。一食でいくのは危ないね。豆腐も食べるし。で、ニュートリション、栄養学、それだけ子供の栄養学。じゃあ子供の栄養学で学べたのは、ご飯の量は拳っていう、やっぱりこの常識をちゃんとやるのと、ファイバー入れるのと、朝に、強制になんか、そんなのいらないし。朝は結構ピースフルなタイム時間だから。簡単なのでいいんだって、朝は。フルーツは大丈夫。1個くらいでも大丈夫。だから朝に、なんか、チアシードとか、そんなのを夜に入れておいたら、あれヨガトと混ぜて、置いたら、あそことあれと食べたら、タンパク質も取れるし、結構いいんだよ。まあ、子供の栄養学こんな感じね。ブラウンライス入れる、炭水化物減らす。何が入れる？朝ごはんは、ヨーグルトだったり、あれで軽くしてもいい。ご飯に卵を混ぜたリゾットもいい。本日の動画いかがだったでしょうか。まだ生後15ヶ月で無職の TK、こんな感じ、先が思いやられます。果たして子育てできるのでしょうか。